ウォーレン・バフェット。彼の名前は皆さんご存知ですよね。でも、その隣には常にもう一人の天才がいたんです。そう、チャーリー・マンガーです。今回はですね、彼の一見シンプル、でも恐ろしくパワフルな思考法が、なぜ人生のあらゆる場面で機能するのか、その秘密のツールキットを一緒に解き明かしていきたいと思います。彼はこう言いました。人は物事を複雑にしすぎる。シンプルで正しい行動をただ繰り返せばいいんだと。これどうです？一見すごく当たり前のことに聞こえますよね。でもちょっと考えてみてください。情報があふれかえってる今の時代、僕たちが一番見失っていることってまさにこれじゃないでしょうか。成功への最短ルートは実はここにあったんです。マンガーってただの投資家じゃないんですよ。彼はあの偉大なバフェットをさらに偉大にしたまさに思考のアーキテクト、つまり設計者だったんです。バフェットがこれを買うべきかってアクセルを踏もうとすると、マンガーはいつもいや待てよ、なぜこれを買うべきじゃないんだって最高のブレーキをかけた。この絶妙なコンビがあったからこそあのバークシャーの奇跡が生まれたわけです。ではまず第1章、思考の設計者。一体どうやって漫画はあんな驚異的な思考力を手に入れたのか。彼の人生を少しだけ遡ってその秘密の源泉を探っていきましょう。もともと彼はハーバードを出た超エリートの法律家でした。でもある時はっと気づいちゃうわけです。自分の時間を切り売りしてお金をもらうこの働き方じゃ本当の意味で自由にはなれないぞと。この自由への渇望、これこそが彼を投資の世界へ、そして生涯学び続けるという壮大な旅へと駆り立てた全ての始まりだったんです。さて次に、そんな漫画の思考を支えるいわば合理性の柱について見ていきましょう。ここが大事なところなんですけど、投資のテクニックだけの話じゃないんですよ。人間関係とかキャリアとか日々のちょっとした決断とか、僕たち誰もがより良い人生を送るために使える普遍的な知恵なんです。彼の思考法は驚くほどシンプルで、たっと3つの原則にまとめることができます。1つ目、知識と習慣を複利で増やすこと。2つ目、常に逆から考えること。そして3つ目、単純だけどめちゃくちゃ強力な真実にこだわり続けること。さあ、一つずつ見ていきましょうか。まずは複利ですね。漫画はこれを世界で最も偉大な力だとまで言いました。もちろんお金の話だけじゃないんです。ここからが漫画の面白いところで、彼にとっての複利っていうのは人生のあらゆるものを雪だるま式にどんどん大きくしていく魔法のエンジンだったんです。例えば、知識。毎日たった1ページだけ本を読む。それだけって思うじゃないですか。でも考えてみてください。10年後にはとんでもない知識の山になってるわけです。あるいは人との信頼関係。これも日々の小さな約束を守るっていう積み重ねが何者にも代え難い強い絆を作る。これこそが漫画が実践した人生の複流運用なんですね。なるほど。日々の積み重ねが大事なのは分かりました。でも、もっと大きな難しい問題にぶつかった時どうしますか？ほとんどの人はどうすればうまくいくかなって考えますよね。漫画のアプローチはその常識をなんと180度ひっくり返すんです。普通なら成功への道を探しますけど、漫画はこう問います。絶対に失敗する方法は何かって。例えば健康になりたいなら、まず不健康になるための最悪の習慣を全部リストアップするんです。そしてそれを一つずつ徹底的に避けていく。面白いことに、人間って成功する方法より失敗する方法の方がずっと具体的に想像できるんですよね。だからこそこの逆転思考は致命的なミスを防ぐ上でとんでもなく強力なんです。そしてこの失敗を避けるという考え方は3つ目の柱であるシンプルさにつながります。彼のあの有名な言葉です。自分の能力の輪の中にとどまれ。これもまた大きな失敗を避けるための究極の防御策と言えるかもしれません。一体どういう意味なんでしょうか。ものすごくシンプルに言うと、自分が心の底から理解できる土俵でしか勝負しないってことです。世の中の専門家がどんなに複雑な理論を言おうが、自分がなるほど分かったって納得できなければ絶対に手を出さない。なぜなら、よく知らないことに手を出すことこそが人生最大のリスクでありギャンブルだと彼は知っていたからです。これぞマンガルーの最強の守りの哲学ですね。では第3章です。これまで見てきた複利、逆転思考、能力の輪、この3つの哲学が
実際の投資の世界でどうやってバークシャーを世界一の企業に押し上げたのか、その具体的な戦略をちょっと覗いてみましょバフェットの投資哲学で有名な素晴らしい企業をそこそこの価格で買うって言葉がありますよね。実はこれマンガーが生みの親なんです。彼と出会う前のバフェットはどっちかというとそこそこの企業を激安で買うっていうスタイルでした。でもマンガーは教えたんです。本当に価値があるのは安さじゃない、時間の経過とともに価値を増していく優れたビジネスそのものなんだと。これがバークシャーの運命を永遠に変えた歴史的な転換点でした。じゃあその素晴らしい企業って一体何か。マンガーが似ていたのは主に3つです。まず少ない元でどれだけ効率よく稼げるか。次に他のライバルが決して真似できないような強力な堀を持っているか。そして何よりも大事なのが信頼できるリーダー、つまり誠実で優れた経営陣がいるかどうか。彼は優れた船長が率いる絶対に沈まない船にだけ乗りたい、そう考えていたんですね。でもですよ、最高の船を見つけたとしてもそれだけじゃ勝てないんです。漫画へは投資で失敗する原因のなんと7割が分析ミスじゃないと見抜いていました。じゃあ何か。それは僕たち自身の心、つまり感情だったんです。どんなに優れた分析もパニックや強欲の前ではあっけなく無力になってしまいますからね。市場が暴落した時の恐怖、周りがみんな儲けている時の強欲、ちょっとうまくいった時の過信。マンガはこういう感情という名のモンスターをいかに飼いならすか、それこそが投資家の一番大事な仕事だと考えました。彼がなぜあれほど本を読んでいたかというと、歴史から人間の愚かさを学んで自分自身を客観的に見るためだったんです。冷静さ、これこそが彼の最強の武器だったわけです。さあ、いよいよ最後の章です。ここまでの話を皆さんが明日からすぐに使える4つのシンプルな思考ツールとしてまとめてみましょう。あなただけのマンガーツールキットです。覚えておくべきは4つだけです。1つ目、複利で考えること。なぜなら偉大なことは1日では絶対に作れないから。2つ目、逆から考えること。なぜなら致命的な失敗のパターンは実は限られているから。3つ目、自分の能力の輪を知ること。なぜなら自分の土俵で戦うのが勝利への最短ルートだから。そして最後、感情をコントロールすること。なぜなら最大の敵は市場じゃなくていつだって自分自身だからです。そしてこのツールキットを本当に使いこなすために彼が何よりも大事にしていたたった一つの姿勢があるんです。それがこの言葉です。人間ができる最善のこと、それは他の人がもっと多くを知る手助けをすることが。彼自身が学び続け、その知恵を惜しむことなく共有したように、この思考ツールキットももしかしたら自分だけで使うんじゃなくて誰かに話してみることでもっともっとパワフルになるのかもしれませんね。さあ、この話の最後にあなたに質問です。あなたが今日この瞬間から複利の力を使って育てていく最初の本当に小さな一歩、それは何にしますか？